こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は気分を新たに、山岳バイオームでブランチマイニングを開始しました。息抜き企画とやっていること変わらなくなったわね。全然違いますよ。むしろ類似点が採掘という行為だけです。以上は個人の感想であり、効果を確約するものではないので注意ね。さて、今手持ちの採掘用ツルハシですが、見ての通りでそろそろ耐久限界です。しかも次に修繕するなら5回目で、コスト17かかるんです。ほぼ寿命尽きたわね。というわけで、備蓄の鉱石で経験値を稼ぎ、採掘用ツルハシを新調します。まずはレッドストーン鉱石を1スタック壊し、経験値が8から15に。2スタック目で15から19に。3スタック目で19から22に上がりました。あら、そのペースじゃ30に足りなさそうね。石炭鉱石にも手をつけ始めます。ただ、石炭鉱石から取れる経験値は少ないです。レッドストーンの3分の1程度しか溜まりません。普段のブランチマイニングでは経験値稼ぎから除外するくらいだものね。まあでも今だけは貴重な資源です。で、結局赤と黒の備蓄鉱石8割をばらして、ようやく経験値30を確保しました。減ったわね。鉱石を拠点に持ち帰らずブランチマイニング中に採掘しててもあまり変わらなかったわね。いえ、ブランチマイニング中に3種類のツルハシ持ち帰るのを敬遠した次第です。さて次のツルハシのエンチャントですが、無事に効率強化法が出てくれました。耐久力3の備蓄が2本あるので、これで実質採掘用ツルハシ1本を確保です。ひとまずほっとしたところですが、次のエンチャントを確認してたところで失敗に気づきました。先ほどのツルハシの代わりに剣を置いていたら、ドロップ増加3ゲットの場面だったんです。なんでそんな大事なことを忘れてるのよ。本当に。おまけに更新後の武器防具のエンチャントは不発ばかりで散々です。で、唯一有用なのはツルハシでした。もう一生掘ってなさい。さて、そろそろ生えているかな。生えてました。初収穫です。それにしてもカボチャでかいです。一辺1メートルのサイズなら500キロぐらいはあるんじゃないでしょうか。どうせ中身は空っぽよ。さて、種を確保したので開墾にかかってます。相変わらず溶岩に阻まれてしまっていますが、ともかく丸石で、タイミングいいわね。まったく、農民に転職した私を邪魔しないでほしいものです。ところで、収穫物燃やすは溶岩相手に石掘ってるわのどこが農民なの？農民だって邪魔な石は掘りますし、溶岩出てきたら埋めますよ。開墾しててエメラルド出てきたら大喜びするのも実に農民らしいです。さて作業を終えて、まずまず広がってきました。溶岩が滴る畑ってどうなのよ。農業は地域によって特色があるものです。さて岩盤畑も一段落したし、そろそろ本業に戻ります。本業は建築じゃなかったの？さて次は12周目のようで、まだまだ頑張らないと。そして掘り続けて30分弱のところで、クリーパーの待ち伏せに出くわしました。一気に離れすぎでしょ。いやー、今はエンチャント防具がないので、計算上資金爆破されたらハート6個半が吹っ飛びます。フルエンチャント防具の倍のダメージ食うんですよ。フルエンチャントが基準なんだ。私のプレイスキルを客観視すれば当然です。で、風車型再開から1時間少々過ぎたところです。ぎっしりになっているわね。はい。かまど作戦で丸石圧縮しても、一気に掘るのは1時間が限界のようです。やっぱり全種類集めつつ掘り続けるのは辛いです。そういえば前回、岩の3種類で先にピラミッド立てて捨てれるようにしたいと言っていたわね。まあまだしばらくかかりそうですが、
ピラミッドの15から17層に花崗岩ら3種類を積むと、ここまでで各19スタックが必要です。で、いつか磨かれた岩3種類の方も積まないとなりません。最大限見積もれば倍の各38スタックが必要になるということね。さて山岳拠点に戻ってきましたが、この拠点での岩の数はまだせいぜい5スタック程度です。これ以外にリスポーン拠点備蓄のと、サバンナ大地から取れた岩があって、合計数は確認できていません。38スタックには多分届いていないわね。近々どこかのタイミングできちんとカウントしたいです。さて、鉱石ばらしてエンチャントのお時間です。ここでおまけでシルクタッチがついて、ネザーでロストして以来、再びシルクタッチが2本になりました。あらまだネザーのはロストしたの確認してないでしょ。確認しに行かないと。ロストしたに決まってるじゃないですか。ネザーには行きません。そして次の武器防具エンチャントはまたもダメで、再びツルハシの効率強化法をゲットです。これで実質採掘用ツルハシが2本に戻りました。正直2本は必須です。さてスケルトンを念力で倒しながらぼちぼち最前線に復帰します。やっとまた採掘用ツルハシ揃えたし勢いようね。それがそうでもなくて、全採掘持ち帰りがそろそろだるくて意気消沈気味なんです。まあ悩んだらとりあえず掘るという心構えで。さて、安全な場所から安全にクリーパーを倒したところなのですが、時々思うのですが、経験値ボールってなんで燃えるんでしょうか。可燃性物質だからでしょ。いやそういう話じゃなくて、そもそも積んだ経験を数値化したのが経験値だと思うのですが。だからその数値を物質化したのが経験値ボールなのよ。さてそれから1分後、なんかクリーパーの待ち伏せによく出会います。というより、気づいたら普段想定しているよりもはるか近くにクリーパーがいた、みたいなことがよく発生しています。エンチャント防具揃えたらめったになくなるわよ。さて1時間少々掘りましたが、さすがに疲れてきました。ちょっと限界です。まだ風車型16周なのにもう？どこまで掘ればいいのかわからないのが辛いです。ここらで岩とか丸石とか、今までどこまで集まってるか調べてみようと思います。その上でピラミッド建築計画を練り直します。さてここ山岳拠点の岩系は、各10スタック弱という感じです。鉱石の取れ具合はこんな感じですが、こちらはピラミッドに積むのは終盤なので今は考慮外です。とりあえずダイヤ鉱石があと少しで1スタックね。幸運3使えばダイヤ2スタック分、当面のツール材料確保はもう十分でしょう。で、ピラミッド拠点に一度に全部持ち運べないので、やむなく岩を少々残します。どの道掘り足すのはこの拠点ですし。まあ掘り足した時に持っていけばいいわね。さて10分ほどの移動で、うっすらと取り壊し中の砂岩トンネルが見えてきました。建築中の巨大ピラミッドが遠目から目立つようになるにはあと少しかかりそうです。そして拠点に到着。さてこれからが大変です。リスポーン拠点の建築材は全部引っ越し、ピラミッド周辺の建築材仮置き場もできる限り撤去して、ブロックをピラミッド拠点に集約します。かなり面倒で時間がかかる作業になりそうね。さて、ひとまずのアイテム整理は終わったので早速行ってきます。まずは目指すのはリスポーン拠点です。で、リスポーン拠点にあるチェストは4つです。まあ過去に何度かアイテム持ち去っていて、中身ぎっしりではありません。厄介な量があるのはピラミッドの方々に蓄えた、砂漠丘陵やサバンナ大地を削ったブロックです。ピラミッド西にチェスト4つ分。南西の頂点を少し進んだところにチェスト3段重ね。ピラミッド南側でサバンナ大地の端っこにチェスト4つ。南東の頂点を少し越えたところにチェスト1つ。ピ
ピラミッド東南東のサバンナ台地の端にチェスト5つ。北東の頂点にチェスト1つ。ピラミッド北にチェスト1つ。最後に拠点に近いですが、この影にチェスト2つがあります。合計何個なのよ。今調べたらチェスト21個でした。早くも全部回収するのは諦めモードです。さてでも、1時間ほどでできる限り集めてきました。リスポーン拠点のものは防具武器以外全部撤去完了し、ピラミッド周辺のチェストは丸石と土、砂岩と砂以外をほぼ全て取ってきました。で、めぼしい収穫として、いつの間にか草ブロックは必要数揃っていますね。そういえばシルクタッチのシャベルでサクサク掘っていたわね。土と違って電波しないのですぐにでもピラミッドに詰めます。安山岩と花崗岩は山岳拠点のものと含めて27から28スタック。戦力岩がなぜか20スタックと少なめで、積極採掘が必要そうです。砂利は粗い土を作れる分だけあるわね。あと、丸石の数はかなり多く集まってます。そろそろ丸石を一つだけ使うレシピのブロックはピラミッドに積んでも良さげな感じです。固形石と固形石レンガは後回しということね。ちなみに丸石を数個使うレシピのブロックはこの5つなのですが、どう考えても積むのはピラミッド中腹より上ですし、なんとかなるでしょう。なお息抜き企画の方で、効率強化5でビーコン使えば石はハイスピード採掘できることが確認できています。さて、肝心の石ですが、現在ラージチェスト1箱程度まで精錬が終わっています。これだけあればシルクタッチでサバンナ台地を削りつつ補充して、4層分は積めそうです。なんだか急に建築熱が出てきたわね。ブランチマイニングに飽きて息抜きしたくなったの？この企画じゃ建築が本業だと前々から言ってますよ。さて、建築準備を整えたところで今回はここまでです。次回は石と石レンガ3種類を積んで、なお余裕があったらアカシアの葉の回収に出向こうと思ってます。まあつまり、ネザーのアイテム回収もブランチマイニングも本投げ中ね。それではまたね。バイバイ。